それでは、運動方程式について解説します。これが運動方程式です。ma イコール F。その意味は、質量 m の物体に力 F を加えると、F が加わった方向に物体は加速度 a で加速するよっていう意味です。質量 m の物体に力 F を加える。この物体は力の加わってる方向に加速する。その時の加速度、質量、力の大きさは、この方程式を満たしているよっていう意味です。力 F の向きと加速度 A の向きは同じです。この向きの力を受けていたら、同じ方に加速します。もし物体に2つの力が働いている場合は、イコールの右側にその2つをどっちも書きます。つまり、ma イコール F の F は、注目している物体が受けている力すべての合力を表しているんです。合力っていうのは、受けている力を足し合わせたものです。ちなみに、力 F が0の場合、加速度、つまり速度が変化しようとする勢いは0になります。ここが0だったら、m は質量0の物体は普通ないから、加速度が0だってことがわかります。力が0、つまり何の力も受けていなかったら、加速度も0。つまり、速度が変化する勢いが0。速度は変化しないということになります。この速度は変化しないという意味は、速度が0になるっていう意味ではないから気をつけてください。今動いている方向、今動いている勢いと加速度の方向は関係ありません。例えば、摩擦力っていう力は運動方向とは逆向きに働きます。こっちに物体が動いているのに、それとは逆向きに働きます。物体が粗い面を右向きに動いているとすると、摩擦力は左向きに働く。左向きの力を受けるということは、この物体は左向きの加速度を持つということになります。右に動いているのに、左向きの加速度を持つんですね。他にも例えば、ポーンと上に投げ上げられたボールは、重力が働くからずっと下向きの加速度を持ってる。だけど、ポーンと上に動いてる。こんな風に、実際今動いてる方向と、その物体にかかる加速度の方向は違うことがあり得るんだね。それでは問題です。傾斜シーターの滑らかな斜面を滑り落ちる質量 m の物体の斜面方向の加速度を求めなさい。滑らかな斜面っていうのは摩擦がないっていう意味。摩擦がない面をこの物体は斜面方向に滑り落ちそうって思うよね。あれだけど斜面方向の矢印がないね。斜面方向に働く力がなさそうに見えるね。どこに隠れているんだろう。ma イコール F っていう運動方程式を考えれば、物体が加速する方向と同じ方向に働く力が隠れていそうだね。では、重力を分解してみます。この mg という重力を2つの矢印に分解しました。ここの角度がシータだったら、この部分に注目して、この2つの三角形に注目して、ここがシータだったら、
ここもシータだってことがわかるんだったね。すると、シータから遠い方のこの黄色の矢印が赤い棒の長さ a× サインシータでその大きさが表されるんだった。今回、斜めの棒の長さは mg だから、この黄色い矢印の長さは mg× このね、この角度がシータだから mg× サインシータとなるわけだ。この斜面方向に伸びてる黄色い矢印の長さは mg サインシータになるわけだ。つまり、大きさ mg のこの重力は力の一つだ。力もベクトルだから、力も分解することができる。そして、この mg を分解してできた黄色い矢印と青い矢印、この黄色い矢印の方が斜面方向に働く力になるんだね。そしてこの長さが mg サインシータになるんだ。では、力の大きさが分かったから、そっち方向の加速度の大きさが分かるわけだ。運動方程式を立てれば、ma イコール、今回、こっち向きに受ける力は mg サインシータだけだから、ma イコール mg サインシータ。加速度は g サインシータになるんだね。m が消えちゃって、加速度は g サインシータとなります。この物体は、斜面方向に g サインシータの加速度を持つことになります。これで問題は終わっちゃったけど、この状況は本当によくテストに出るから、もう少し深く見てみよう。今回の問題では使わなかったけど、加速度が g サインシータでずっと一定だ。加速度が一定ということは、等加速度運動のあの3つの式がこの物体に使えるわけだ。この物体がどれだけ動いたかとか、速度がどうなるかとか、あの等加速度運動の3つの式を使えば出せるわけだね。もちろん VT グラフも簡単に描けます。例えば、初速度0、物体を斜面にそっと置いたって言われたら、初速度0を意味します。例えば、初速度0で、図に示した方向を正として、この物体の運動の VT グラフを書いてみると、こんな VT グラフになります。正の方向にずっと g サインシータの加速度を持ってる。ということは、g サインシータの傾きを持ったこういう直線になるわけです。では次に軸をこういう風にとって、斜面と垂直方向に運動方程式を立ててみます。こっち方向に関係する力は、この垂直抗力の N、そしてこの青い矢印の mg コサインシータです。運動方程式を立てれば、ma イコール n-mg コサインシータになります。mg コサインシータは、プラスの方と逆に伸びてるから、マイナスがついてます。もちろん物体は斜面と垂直方向には加速しません。こっち方向にぐんぐん加速するなんかありえません。物体はこういう風にね、斜面に沿って動くから、斜面と垂直方向の加速度は0です。つまり a が0なので n と mg コサインシータの大きさが等しいことがわかります。では、少し難しいこともお話しします。飛ばして OK です。加速度とか力っていうのはベクトルです。つまり、大きさの他に向きも持ちます。ベクトルは軸の取り方で値が変わってきます。例えば、A の大きさを1、F の大きさを2、質量を m とします。こんな風に加速度と力が左向きに働いているとします。で、右向きを正とする軸を取れば、
この大きさにマイナスをつけてあげて、m イコール2と出る。で、左向きを正とする軸をとっても、やっぱり m イコール2と出ます。右向きを正とする軸をとっても、左向きを正とする軸をとっても、ちゃんとプラスとマイナスが一貫して処理されていれば同じ答えが出ます。自分でどう軸を設定したかをしっかり注意することが大切です。で、あともう一つ注意しなきゃいけないのは、その物体が今動いてる方向と加速している方向っていうのは全然関係ない場合があるということです。